だいぶ珍しめのメンバー。そうですね、今日はそうだね、単純に俺たちさ、はい、ここにずっといるじゃん。そうですね、代々木公園でね。幡ヶ谷のさニューカマーのことを俺あんまり知らなくて、はい、もう一番興味のある子からこう誘ってる興味あるこんな回なんですけど、はい、嬉しいです。今日はねカーネル君カーネル召喚して、はい、なんかいろいろ聞いてみようかなと思いました。君臨しました。幡ヶ谷店のカーネルと言います。主にグローバルの通販で物を送ったり、外国の方と連絡取り合ったりしてる人です。してる人してる人よろしくお願いします。お願いします。お願いします。代々木公園店に来るのは2回目。2回目。意外とってか、まあもう何年、どのぐらいいる？まだ1年ぐらいです。去年の7月の中旬ぐらいに入ったんで、もう本当ちょうど1年ぐらいですね。もうちょっといる感じするけど。ちょっと紹介してくれたけど、今は海外向けのオンラインストアの担当して、はい、英語でやり取りしてくれてるんですね。そうですね。すごい。まあメールしかり、電話もたまにかかってきたりするんです。なんで英語が喋れる？まあ簡単に言うと帰国子女で、幼少期の頃アメリカにいました。生まれは日本なんですけど、生まれて5歳ぐらいの時にちょっと父親の仕事で家族全員アメリカに行く機会があって、4年ほど暮らして帰ってきました。アメリカはどこですか？インディアナ州っていう。インディアナ州。まあこれまたすごい田舎なんですけど。何のイメージもない。そうそう。まあなんて言えばいいんでしょうね。シカゴがあるイリノイ州の隣です。真ん中らへんだ。なんかカウボーイブーツみたいな形してるんですよ。州自体が。地図で見ると。ちょっと後で見とくわ。カーネル君といえばトピックスがもう一個ありますよね。なんか共通点ありそうだなっていうところね、あったよね。スケートボード。はい。ちょっと最近は全然サボり気味でスケートはしてないんですけど、まあ大のスケボー好きと言えるのかなって感じですね。松本さんもね、僕も全然知らないですけど、まあ昔やってたぐらいで。どんぐらい昔なんですか、それって。高校生から僕洋服の学校行ってたんだけど、そこに入ってピスト乗り始めて、でその先輩たちがスケーターが多くて、でまたなんかスケートやり始めて、そう通ってたなんかスケートショップとかもなんか割とピスト乗りとスケーターが結構入り混じってて、マッシュがねスケートカルチャーとちょっと近い場所にあったりとかしたから、なんかどっちも親近感があってどっちも好きになった、けど結果的に今自転車だけどメインはなんかずっと好きかもしれない。スケーターがやってるなんか映画撮ったりしてるしさ、なんかああいうスケーターが考えてることとかもなんかいちいちずるくて、その中にたまたまねリベンデルとデラックスが絡んでたりとかして、ああまたかってなってるのが今現在の感じ。なるほど。おじさんだけど。カーネル君スケートを始めるきっかけになったものとか。きっかけは、まあそのストリートカルチャーとかそういうのはもともと好きで、BMX かスケボーか、ダンスやろうと思ったどれかだよね。好きだし、これはどれかですよね。でまずBMX はちょっとお金がないってなって、その時バイトもしてなかったんですよ、まだ引退したばっかで。ダンスもちょっとリズム感僕ないなってなって、音楽は好きだけど、でわりかしバイトで頑張って買えるスケボーをちょっと始めてみようかな。2、3万で買えるコンプリートでね。そう。あとラッパーのタイラー・ザ・クリエイターっていうのがすごい、オッドフューチャー、あの辺がめちゃめちゃ好きで、なんかの関連動画でなんかオッドフューチャーが集まって、みんなワイワイスケートしてる動画みたいなのがあって、なんだこいつらカオスだって超かっけーってなって、マックでバイトして初任給で村スポ行って
コンプリートファースト買いました。ファーストデッキはデッキをゼロってブランド外国のやばクリスコールのおうおうもうなんか骸骨のマリア様がこうバーってやばドヤって書いてあるやこれはコメントしづらい。コメントしづらつを買ったんですよね。でやばイケポチャして使えなくなって、使えなくなっちゃった。最初骸骨モチーフ行きがちだもん松本さんは俺ねリアルだったリアルのでもキース・ハフナゲルモデルのめちゃくちゃダサいデザイン買ったそれこそなんか火の玉がブワってこう浮いてるなんか骸骨だったかもしれない俺もなんかねもう炎がこう出てるキースの一番かっこ悪いやつ買った気がするキースレストインピースですね。ねもうそうねハフ死んじゃったそうなんですよ。ハフもでもマッシュとかと結構絡み合ってそうだねなんかマッシュの自転車をオーリーしてるハフの写真なんか見たことあるんですよね。しかもダウンヒルに入るみたいなそれかっけえそれあったんですけどちょっと詳細覚えてないです。なんかでもそのハフナゲルがなくなった時にマッシュが上げてたような気がしたんですよねその写真を。でファーストデッキ買ってもうドハマりした感じそこから。そうなんですよ。もう結構飽き性なんですけどでももうハマるともうガッてなっちゃう性格でもう一人でずっとオーリー練習してていいねもう本当ミッドナインティーズのあの子みたいです。ちらっと見たけどそうだねうまいっすよね。フェアデールのさあれだよねスケートラックそうのですねイメージビデオみたいのにファネル君がスケートのパートで出てるっていうかってことは初出演じゃないですね。そういえばよくそうだ考えたらそれは多分この辺に多分ねなんかポワポワして出てるかなピュッて出てくると思うんで確かに差し込んでくれるそれがと思う。まあ下っすね。下っす概要欄そうだねチャンネル登録してくださいここに出そうかここにフェアデールのやつ出てますね。やば確かにそんなにやってない。もうマジで本当自転車乗り出してからそれこそ一切好き自転車楽しすぎてすごいフラストレーションの矛先が自転車で発散してる。別に自転車でトリックとかは全然しないんですけどピストとかは乗ったことないんですけどただただ東京を走り回るだけでそれが面白いんですよね。でもさそのスケートボードっていう趣味があったわけじゃん、でそこからさ自転車に入るまでのさなんとなくさ経緯がさ今聞いてる感じだとさ結構唐突に感じるんだけどどうやってさブルーラグに入ることとかさそこから自転車に乗ることとかってさどうやってつながってったのそれは。もともと自転車は好きだったんですよ、めちゃめちゃ詳しいとか全然ないんですけど、ステムとかも全然分かんなかったんですけど松の名前とかもなんとなくこうスの字もなかったんですけどなんとなくこうアメリカに住んでる中で、こうなんていうんですかねかっこいい自転車に乗るっていうのがやっぱ自分の中でステータスだったんですよ。その近所の友達もみんなピカピカのなんか黒色のなんかこうマングースの BMX とか乗ってたりしてたんでなんかそういうなんて言うんでしょう周りの友達みんな年上のお兄ちゃんだったんですよ。でなんかそういうのに影響されてかっこいい自転車っていいなってなってなんとなく僕もそういうそれっぽいのをお母さんとかお父さんに頼んでアメリカで買ってもらってたんですね。マングースのなんかすごいなんて言うんでしょう BMX みたいな BMX みたいなでもなんかスプリング変なスプリングついてるみたいななるほどねローライダーっぽいやつローチャリっぽいやつそういうのも乗っててでそうですね自転車乗ることは好きで日本帰ってきてからもなんだっけな高校の入学祝いかなんかでおばあちゃんになんかBMX 買ってもらったんですよ3万円ぐらいのそれを乗り回してて事故りかけてそいつは死んだんですけど事故ってんじゃんいや事故りかけだったんですよ。俺高校その部活終わって帰り早くなるじゃないですか。友達あんまりいなかったんで帰宅時間を趣味に没頭するやつの特徴のやつ友達いなかったんでのやつ帰宅時間をタイム測ってたんですよ。で新記録出したいってなってブワーってリアルバリカやってる一番攻めなきゃいけない坂があるんですよね、道の真ん中にこう
反射板じゃないですけど鏡がこうはいはいはいあるじゃないですか、あれを確認したから曲がったんですけど、確認が甘くて前から車で来てて、危な。うわーってなってガーってこうやって止まって、もうこの距離ですね。これが車で俺がこんぐらいになって運転手さんと目があってつってチャリどかそうとしたんですよ。したら後ろのホイールがなんかもうこんなひん曲がってて、うわーってなって、まあ近所にそんなホイール直せる、まあ、ホイール組める人とかいなくて、そいつはもうおじゃんになっちゃったんですけど、っていうのがあって、まあそっから何年か経って東京引っ越してきて、自転車カゴつけたいなってなって、検索したら一番近くだったのがブルーラグってなって、あれ自転車屋さんなんだってなって、ちょっとすげえだいぶ遠いとこ行っただいぶね、だいぶてかインディアナ州からやっと今笹塚に来た。笹塚に来たんですけど、で初めて行ったらもう衝撃受けて、かっけえ何これみたいになって、とんでもねえ場所だ。それはやばいねってなって、なるほど。その日はその時乗ってた自転車にカゴをカゴをシャミさんにつけてもらいました、でそこからちょこちょこなんか遊びに行くようになって、多分スケートラック買ったりとか、かっこいいチャリ欲しいなじゃなくて、フラって立ち寄ったらそうバチコーン来たみたいな、みたいな、めちゃめちゃかっけーってなって、今でもリベンデルを初めて見た時の衝撃っていうか覚えてますね。なんで全部名前書いたんだろうみたいな。確かに自転車にシグネチャーあんだってその時思ってなるほどね。デッキみたいに、デッキみたいにそのスケート脳だとやっぱ名前書いてあるイコールなんかのシグネチャーに確かになるんですよ。書いてあるんですね。そうで、なんかジョー・アパルーサ、サム・ヒルボーン、フランク・ジョーンズとか書いてあって、誰かのシグネチャーなのかなみたいになって、でもなんかプロサイクリストそう競技するような自転車には見えないんだけどな、でもなんかかっけえってなって、どんどん調べていくうちに、これが実に何年前？でももう1年前とかです。あ、1、2年前。1年前です。そう、最近のことなの。最近のこと意外と。で気づいたら働いてるっていう。すげえ飛び級感がすごいんですよね。飛び級感すごいね。だから本当入った当初は全然、まあ今もですけど自転車のこと全く分かんなくて、もうねリベンデル2台組んだんだもんね、一応。そうですね、一応ちょっと前から。そうですね、フレームとフランク・ジョーンズ。もうお店の中で一番かっこいいと思った。その入ってきた時、本当にそうですね。うわこれだって。もうなんかもう今店頭の真ん中にこうポンって置いてあって、多分あそこ場所変わってないですよ、リベンデルゾーンが。うわってなんじゃこれ。なんか確か青いフランク・ジョーンズかなんかが展示車であったような気がしたんですよね。リベンデルを入ってきて一番でこれが一番かっこいいって思うのもすごいですよね。なんかね変わってるといえば変わってるし、好きなものがもう決まりきってると言われると決まりきってる気がする。すごいなんかこう服にしろなんかなんて言うんでしょう、地味じゃないですけど、なんか落ち着いたトーンのものが好きで、でもちょっと色もあるみたいな。なるほどね。が好きで、もうなんかドンズバじゃないですか。稲亭みたいな。稲亭みたいな、そうみたいなやつね。クラシック稲亭みたいな。確かに。それを買う前にこの会社で働きたいと思ったと。そうですね。なんかみんな楽しそうに働いてらっしゃってもいいなあ。それまではお洋服屋さん？そこも俺はあんまりよくわかんないんだけど。某インポートセレクトショップのでまあ5年ぐらい働いてたんですけど、5、6年ぐらい働いて。でもお洋服屋さんの人たちってそういうニュアンスすごい好きだね。イケてるとかイケてないとか、これがこうお前がこうつけてるから俺こうつけるからせめぎ合いね。そうですね。確かにリベンデル向いてるわ。ありがとうございます。いいのか。じゃあブルーラグに入ってきて、もうまずはチャリって言ったらリベンデル欲しいってなるはずじゃん。でもサーリー買ったでしょ。確かに。っていうのもやっぱりあれサーリー買ってますよねこの人。そうなんですよね。スチームローラーをまず1台目で組んだんですけど、それ空気読む。空気読んだっていうかまあなんかそのなんでしょう、やっぱブログとかいっぱい読んでたんですよ、そのブルーラグの。でまあファーストバイクにはやっぱりみたいな、なるほどね、あるじゃないですか。まあ本当間違いないと思うんですけど、
どんなもんなんだとこうサーリンがちょっと体感してみたいってなって一回前で一回こうサーリーの良さを体験してみたいってなって組んだのがそうですねスチームローラーでした。あれだね、ゼロのデッキと一緒だね。ゼロそう色も全く一緒なんですよ。それ確かあれ緑だ偶然今ちょっとつながったんですけど好み変わマってるジでああいう色なんですよね。そうなんだ。じゃあ実際にスチームローラーから始まってなんかいろいろロングツーリングとか秋ヶ瀬にキャンプライド行ったりとかなんかいろいろやってたよね。行きました。シングルでなんか秋ヶ瀬それこそサブさんとも一緒にね、トミーさんなんかカーハートのダウンみたいにしてさ、そうそう、ね、そう自走組でトミーさんはいなかったですけど、金子さんとかあと超なんかすごいマットなコンディションでみんな頑張って超エブリデイバイクでマットなコンディションでね、そうなんですよ。もうキャリパーのとこにもう全部泥詰まりまくり全然進まないみたいなレースも出たりとかして、楽しそうだったマジで、でもエブリデイバイクじゃ出れねえなって思いましたね。でもやっぱちらついてたわけ、そうやってスチームローラー乗りつつもリベンデル、そうですね、リベンデルあんなみたいな、ちらついてました見てかっけえなみたいなオレンジのジョーアパとかも確か最後ありましたっけ、代々木にあった、あれとか結構いいなって思ったんですけど、って思ったんですけど結局まあね、そうだね、ご縁がなくて、ご縁がなかったね。たらまあ幡ヶ谷のレジさんから僕休みの日にこれいるみたいなメッセージ来ててなんだろうっつって写真開いたらもうフランク・ジョーンズの 48.5 でぴったりだ。ぴったりでシンデレラサイズだよってなって、シルバーね。シルバーです。迷いなく買います結構ハイペースで結構ハイペースだね。そうなんですよね。1年でもう3代目になっちゃって、そうか、本当にやばいです。ハマってんな。しれっとやばいやついんな。しれっとやばいやついんしばらくはちょっとお休みですね、ニューバイク。俺個人的にさ、リベンデルをなんだ何年か前から大好きになって乗ってて、でたまたま偶然さ、そのサンフランシスコのさ、そのリベンデルとさ、あとスケートカンパニーのさ、デラックス SF ってあるじゃん、 DLX SF ってさあってさ、それがなんか結びついた瞬間がさ、すんげえことが起きたみたいな感じだったの個人的に。確かにそうサンフランシスコに出張に行かせてもらった時にどっか行きたいとこないって言われて、リベンデルと DLX だけ行きたいですって2つ行って記念写真こうやって撮ったけど DLX で、そうなんかそのさ2個のさ自分の大好きなものがさつながってさ、もっとリベンデル俺個人的に好きになってさ、なんかいろいろその乗ってる人たち、その DLX の人たちが乗ってる姿とかさ、スケーターの人たちがさリベンデルに乗ってる姿とかさ、今インスタとかやっぱ見れるわけじゃん。見れますね。そう結構そういうのがさ多分掘ってるでしょ、カーネル君で出ますね。掘っててさ、掘ってるのは知ってるぞ。そうだよね、そういうところが結構今日聞きたいところではあったよね。なんかスケーターのさ、セント君なんかクラストとさ、ロスのスケーターの人たちとさゴールデンサドル周りつながりがあったりとかさ、リベンデルはリベンデルサンフランシスコのさそのスケーターの人たちとさつながってる姿とかってさ、多分好きなもの同士だったらさ結構色眼鏡で見ちゃうじゃん。だいぶ補正かかりますね。そういうところの話も、まあ、主に2人にも聞いていきたいなっていうどうだろうかもちろんです、こいつやべえなみたいなやつがいた。でもクリム買ったきっかけってそれでしょ。そうです。もうベンゴアってサンフランシスコのあれ持ってる雑誌マジっすか、コーリングインシック、これだよね、これの人だよね。それです。これうわこれですね。見えかな。これチェーン買ってくれたんでね。そう見た。まだちゃんと見てないんですよ実は。でそうです。まあクレーム買ったのはもうこのベンゴアって人のこの人。そうです。その人ね。自分の自転車をもうそうなんだ。キックフリップらしいですこれ。バチバチだね。バチバチです。最初フラットかなと思ったんですけど、まあよく見たらジャンプ台がバック作ってるんですけど、まあ完全にそうですね。クレーム買っ
買おうってなったのはもうベンゴアの、ベンゴアのせいですもうなるほど。こいつのせい。ベンゴアってのはベンゴアはもともとすごいスケーター好きなスケーターだったんですよ、マジェンタって、フランスの、葉っぱみたいな、そうですそうです、ブランド意外とついてたりして、確か元 FTC のスタッフなんですよね。そうなんだ。サンフランの間違ってるかもしれないですけど、で何で知ったんだけど、このベンゴアっていう人がスポンサーされてるバターグッズっていうアパレルブランドがあって、それのルックブックにもうクレム載ってるベンゴアがバッチリ写ってて、そうなの？うわーってなって、すごいね。それは寒気がするね。いやもううわーってなるよね。めちゃめちゃかっこよくてやっちゃいました。まあでもそうだよね、こんなん見せられたってなっちゃうよね。そうですね。そうか。でそれに加えてローバーってこのベンゴアの友達の本名ちょっと忘れちゃったんですけど、俺ローバーのその存在も知りたかったの、ちゃんと。確かに。ローバー、でも僕逆にその自転車を見るようになってから存在を知りました。あの人のことはリベンデルに乗ってるベンゴアの友達みたいな。なるほどね。そうそうそう。すげえな。で謎に芋づるで謎にあの人履いてるそのスポンサーでついてる靴が、アースっていう多分日本のブランドなんですよね。結構面白いスポンサーだし、滑りもかっこいいし、あれも多分クレム2台持ちとかなんですよ、H スタイルっていう、そう L と L、青い L とシルバーの H かな、確か。まあリベンデルとね、そうだよね。ウィルっていうスタッフがいてね、もともとスケーターだった今ねリベンデルのコアなスタッフが結構スケーターとこう結びつき始めてからね、シビーリベンデルもあるけど、これ若くてかっこいい活発なリベンデルもこうできてきて、結構二極化してるけど、多分お互いすれ違ったら絶対仲良くなるよね。なりますね。シビーおじちゃんとさ、ゴリゴリのスケーターがさ、同じクレム乗ってさ、こうすれ違ったらさ、チェイスってなるよね。止まってもマジっすか、何色っすかみたいな、いややばいっすね、いつのみたいな。でもそういうカルチャーっていいよね。いいっすね。なんか自分の好きなものを純粋にさ、なんか年とか関係なくさ、関係なく、そういうのもやっぱスケートに似てる。確かに。なんか自由なね受け皿があって、ライダースでさパーク入ってる人がいてさ、ディッキーズでタンクトップの人がいてさ、スケーターってやべえなってなんか本当思う瞬間があるっていうか。ありますね。パンクスでもスケートするしさ、ね、ハードコア好きでももう本当自由ですもんね。ヒップホップ聴いてる人もいるしさ、まあニューヨークがあったりね、西海岸のスケーターと東海岸のスケーターも全然スタイルが違うとかあるけどさ、スケートボードやってたらウェイってなるじゃん。なりますね。そういうノリがリベンデルに加わっていいなって思って。確かに。それはすごい思いますね。すげえ思う。なんとも言葉にしづらいです。しづらいですけどね。しづらいけど、なんかこうありますよね。自転車っていいなって思う瞬間する。たまたまちょっとリベンデルの話になっちゃってね、お互いすれ違ったらね、挨拶しようよ、もうね。マジかっこいいっすねっていうやつね、流行らせていこうと。ラジオでもちょっと言ったけど、流行らせていきたい。そういう。確かに。でもなんかアメリカとか行ったらありそうですけどね、普通になんかありそういい感じの自転車同士がウェイみたいな。ウェイみたいなね。ちょっとリベンデル周りの話になっちゃったからさ、さっきちょっと千斗君にも話振り気味だったけどさ、なんかロスのそういう自転車のシーンとさ、主にクラストとかさ、オールシティとかと、なんかその横乗り系っていうかさ、スケーターの人たちが乗ってるそういうシーンとかさ、どうですか、2人とも。ライアンフリンフラインかフリンかちょっと名前微妙なんがですけど、なんか結構キャッチーで、そうっすね。びっくりした。ルイロペがそっか、ルイそうだね、黄色いエバージョンみたいなの急に写真投稿してて、お前もって思って、すげえみたいになって。そうだよね。そうなんですよ。急にクラストね。クラスト急にね、コンバースだっけ？コンズ、そうですね。でファッキンオーサム FA でですね。かっけーとかしかついてない。本当にマジでそうですね。確かに全部いけてる。全部いけてる。あとはまあ有名どころで誰だっけ？コストンエリック・コストンね。がゴリラモンスーンでしたっけ？
オールシティも多いよね、アイショットウェアとかね。アイショットウェアとかみんなナイキチームオールシティ乗りがちですよね。ナイキチームはね。でみんな GSC 行きがちですよね。やっぱ GSC やっぱそうなんだよね。癒着があると思う。癒着がオールシティとゴールデンサドルとその辺のスケーターの人たち。多分なんかそのナイキのなんかまとめてるマネージャーみたいな人がスキューバスティーブでスキューバスティーブかなんとかいう人が仲いいからこう斡旋してんじゃないかなと思いますよね。アンテナになってね。そうですね。じゃあまあリベンデルでいうウィル君ウィルみたいな君がね。感じなんですそうねかね。こう引き合わせてるね。みんなで。本当にもうナイキのフィルマーでさえニューヨークにいる人なんですけど、オールシティ乗ってて、マジ？そうなんですよ。ジョニー・ウィルソンっていう結構有名なフィルマーがいて、シュプリームとかナイキの映像を主に撮ってるんですけど、そうもう乗ってて、一回あれがお問い合わせの元になった人がいて、さシュプリームのさルックに出てるさ、なんだっけコンズレシグネチャーですさ手書きのさショーン・パブロがビッグブロック乗ってて、そう写真持ってきてくれて、ショーン・パブロがビッグブロック乗ってるんですけど、しかもピンクのね、似合うんすよあれが。超似合うよね。色男がピンク乗ってあれと思って、確かにかっこいいですね。そう実は俺の友達も買ってます、ピンクの。そうなの。あれ写真を見て買ってます。背高い子？背はちょい俺からしたら全員高いんですけど、まあ普通っすね。70ちょいぐらいで53買ったかな。ちょっと忘れちゃったんですけど、今そいつ近所引っ越してきて散々チャリ乗りみたいしてるんですけど、やっぱ影響力でかいなって思いました。もともと好きな世界の人がそういう自転車を乗ってたら余計欲しくなるよなって思います。そうだよね。クラストとナイキチームが乗ってんのさ、めちゃくちゃかっこよかったじゃん。ブログで書いてるさ。そうですね。あれめっちゃかっこいい。姉妹行ってるやつ。そう。あんなライドしてって思います。あんなライドしてって思うよね。なんかスポットへの移動でただチャリ使うってだけじゃなくてさ、そのチャリ乗るって行為自体もさ、スケートと一緒に楽しんでもらってるみたいな感じがして嬉しいよね。ああいうライドとかしてくれてるとさ、全然スケボー持っててないっすもん。持っててなったらそうだよね。普通にチャリでツーリングして、普通にチャリやってるもんで、普通に楽しんでビーチでチルってるっていうね、好きなんだなと思って嬉しいと思って。やっぱでもスケーターがああやって自転車乗り出したのって、コロナになってからコロナになってからそういうきっかけもあるのか。そうなんですよ。それもちょっと気づいたことで、パークに入れないとか人が多いとか、いやもう本当謎なんですけど、やっぱなんかあるみたいで、急にニューヨークの今までプッシュで移動してた地下鉄が閉まってたのかな、ちょっとそういう影響あるかもしれないですけど、そういう人たちがスポット移動するのにチャリ乗っててみたいな、なんかこれ便利じゃねってなったのか。多分そうです。それで味しめて楽しいじゃんってなって。なるほど。そうなんですよ。昔のレジェンドのダニー・スーパーっていう人がいるんですけど、あの人もなんかいい感じのトラックバイクみたいなの乗ってて、ちょっとフレームは分かんないんですけど、何かなんかパーク土で埋められてるところも見たことあるから、海外の写真で。やっぱパークで乗れないとかでなんかこう鬱憤を晴らすためにチャリに乗るみたいな急にある時っていうか、去年の2月3月ぐらいですかね。じゃあ結構ドカドカ乗り始めた印象なんだ。ダーネル君の視点から見たら。いや本当にそうなんですよね。急にみんな自転車乗り出して、どうなってんだこれはと。みんなチャリじゃんって言った覚えありますもんね。そうなんですよね。結構だからみんな割と最近ハマりだしたんじゃないかなとは思うんですけど、ああいう風にみんなでツーリング行ったりしてるの見るとすげえなんか勝手に嬉しいみたいな。超嬉しい。コストンパナレーサー使ってんじゃん。俺で仕入れられるかと思って何でも言ってくれよと思ったもん。日本にいるけど知らないけどね。超嬉しい。親近感めっちゃそれだけ。コストンが堀米くんのねフィルム撮ってましたもんね。
そうなの？そうなんですよ。エリック・コストンがエリック・コストンが追い取りでなんかステアでトリックするの堀米君がナイキみんな仲いいっすもんね。そっか、堀米君もナイキライダーなのか。ナイキライダー日本のさ、東京じゃん。東京でさスケーターの子がさチャリ乗ったりとかしたらさ、便利だよね。そうですね、単純にね。まあでも東京のスケーターはじわじわ洒落たチャリ乗ってんなって人そうなんだ。いますね。もう見ちゃいますけど、なんかかっこいい古いマウンテンみたいなやつとか、そうですね、確かに乗ってる人いる。まあサーリーももちろんいるし、結構みんななんかこうやれた感じで雰囲気ある感じのスタイルで人は、まあやっぱみんなセンスいい感じするなっていう。でも乗るならリベンデルがいいってことね。そうですかね。そこはもう何でもオールシティかね、グラスとかね、グラスとか何でもいいと思いますけどね。かっこいいですね。かっこいいやつ。でもサウザンなんとかじゃない方がいいよね。最初はね、違います。黄緑色のね。黄緑色の。東京とかだとエブリデイバイクでさ、なんかそれこそさ、なんか M1 にさデッキドンみたいなさ、いうスタイルがなんかやってほしいなって俺個人的にはすごい思っちゃうんだけど。じゃあスケートとチャリの啓蒙活動はカーネル君が引き続きスケボーしてください。スケボーしたいっすね。そうだよね。スケボーしよう。ちょっともう錆びれた体を。そうっすね、確かに。取り戻さないとこのままじゃポーザーになり下がってしまうので。ポーザーは良くない。おじさんたちは骨年齢の問題があるからね。怪我したら折れるから。マジで。折れるの。見に行こうね。いや僕はしますよ。俺ポカリセット持ってくれじゃん。みんなの分のマネージャー作ってお願いします。作るやつ。来ないでね。作るやつ。こうやって押したら出てくるやつ。部活のジャグみたいな。そうあれスケみたいな感じで。めちゃめちゃ助かりますね。そんな感じ？こんな感じでしょうか。とりあえずもう一生喋れちゃいそう。っていうことで終わり。